地球の皆さん、こんにちは。月くんと申します。もしウルトラシリーズの防衛チームに就職するなら、平成編の後編やっていこうと思います。平成編の前編や昭和編、前編後編、もし見てない方がいらっしゃいましたら、概要欄とコメントに URL 貼り付けておきますので、お時間ある時にどうぞ。今日はご覧の防衛チームを軽く紹介していこうと思います。皆さんもどこに就職したいか考えてみてください。ちなみにウルトラマン銀河以降の平成作品はニュージェネという括りで別の機会に紹介しようと思います。まずはウルトラマンコスモスの防衛チームアイズ。科学調査サークル SRC は世界に支部があるんですけど、本部の日本にのみ配置されているのがこのチームアイズです。アイズがやっぱり他の防衛チームと絶対的に違うのが、怪獣と対峙した時に基本は保護から入るっていうスタンスであることですね。保護がどうしても無理そうである時のみ攻撃するという方針ですよね。この辺りは合う合わないは人によっては結構あると思います。人間関係は初期に武蔵が生意気すぎてピリついたことはあったんですけど、最終的には超仲良しでアットホームな雰囲気に落ち着きました。ただ防衛軍との関係が良くなくて、作戦を台無しにされたりディスられまくったり、カオスヘッダーくらい厄介です。メンバーが着ている T シャツにそれぞれイメージカラー的なものが割り当てられていたり、メンバー全員に異性パートナー候補がいるリア充集団であることも特徴の一つです。立地は無人島を改造した人工島にトレジャーベースという基地を設けていて、設備は充実しまくっています。次はウルトラマンネクサスの防衛チームナイトレーダー。ナイトレーダーはスペースビーストという、簡単に言うとウルトラマンネクサスに出てくる怪獣を殲滅するために結成されたチームです。来訪者と呼ばれる異星人からの技術提供を受けているので、半端じゃない科学力を持っていて、必然的にチームの戦闘力もえげつないほど高くなっています。来訪者はだいぶ力が落ちてはいたんですけど、もともとはダークザギを作り出したほどの連中なので、そこからの技術提供を受けているナイトレーダーの強さもなんとなく伝わると思います。そんな歴代でも屈指の実力を持つチームなんですけど、何よりもビーストの殲滅が最優先なんですよね。いいやん、頼もしいやんって思うかもしれないんですけど、人間が人質に取られていても、もうそれごと一体的な市民の安全とかよりもビースト殲滅を何よりも優先するチームです。なんならウルトラマンにもゴリゴリに攻撃するし、地球外の生命体に対する殺意が半端じゃないです。しかもビーストたちが人間の恐怖を餌にしているという厄介な性能を持っているので、それの対策としてスペースビーストに関わってしまった人の記憶を消してしまったり、ナイトレーダーの存在も極秘なので、隊員たちは家族にもそのことを内緒にしないといけないという、他の防衛チームとは全然違う超絶秘密主義のチームです。そんな感じなので、当然隊員同士の雑談とかはほぼないし、基地がダムの底にあるので暗いし、かなり職場の空気は悪いというか重いです。ただ隊員たちの顔面偏差値はダークザギの戦闘力くらい高いです。次はウルトラマンマックスの防衛チームダッシュ。地球防衛連合 UDF の日本支部に所属する対怪獣用防衛チームです。もちろん世界的なしっかりした組織で、いろんなジャンルのスペシャリストたちが集まったチームなので、実力もあるんですけど、何よりもダッシュの魅力は人間関係とチームの雰囲気だと思います。基本はアットホームな和気あいあいとした感じなんですけど、しっかり締めるときは締めるというシリアスとコミカルのバランスが素晴らしいチームです。オペレーターのエリーという超高性能のアンドロイドの隊員がいたり、ショーンという外国人の隊員がいたりと、バラエティ豊かで、富岡総監とか吉永博士とかも含めてみんな超仲良しです。意味がわからないほど強力な性能であることが多いマックス怪獣たちを相手に、マックスと共に地球を守りました。しかもコメントでもいただいてたんですけど、ダッシュは孫の代まで数十年も組織が存続しているのが判明しているので、安定した組織と言えると思います。基地であるベースタイタンの立地は海の上なんですけど、設備は整いまくっています。次はウルトラマンメビウスの防衛チームガイズ。ウルトラマン80の防衛チーム UGM 以来の M78 ワールドの防衛チームで、他の宇宙の防衛チームとは桁違いな量の過去のデータを持っています。ウルトラ9から80までのそれらのデータを生かした地球外の技術を使うメテオールという超兵器を時間制限付きとはいえ使うことができるというのも大きな特徴、魅力だと思います。先人たちが積み上げた知識があるので、未経験でもかなりのサポートが期待できます。あとはウルトラマンメビウスって変身者が日々の未来だってことが物語の途中でバレるんですよね。普通は物語の終盤に発覚して、その後最終決戦みたいなのが多いと思うんですけど、
メビウスの場合は物語の途中で判明してそのままガイズの隊員として一緒に戦うので、ウルトラマンとかなり近い距離で一緒に戦うことができるというのも特徴の一つですね。人間関係も良好で、ザットとか家督隊のような和気あいあいという感じではなくて、お互い対等な立場で意見を言い合えるというような感じの仲の良さです。ただコメントでもいただいてましたけど、ほぼ全員同期みたいな感じで人間関係が完成されすぎているので、そこに新しく入っていくのはなかなかハードルが高いかもしれません。あとは何か指示を受けた時に了解とかではなくて GIG っていうのも最初は恥ずかしいかもしれません。基地の立地は普通に地上にあるのでアクセスはしやすそうです。次は大怪獣バトルに登場したチームザップ。メビウスの時代のはるか先の時代の M78 ワールドのチームで、宇宙を自由に飛び回れるほどのかなりの科学力を持っています。いろんな惑星に組織の支部があるというバグレベルの規模のでかさです。しかもギャラクシークライシスによる影響からか、ネオマキシマオーバードライブとか違う宇宙の技術も扱えたりするので、技術力は相当だと思います。ただこの時代は怪獣が M78 ワールドの地球に出なくなっていて、ウルトラマンという存在も歴史上の人物みたいな感じで、本当にいたのみたいな感じになっています。だからそもそもが防衛チームじゃないんですよね。使える技術は半端じゃないんですけど、戦闘面に関してはまだ他の防衛チームのような安定感はないです。しかもなんといってもやっぱり基本的にはウルトラマンに助けてもらえないのもきついし、宇宙の彼方での活動が多いのでアウェイで危険まみれです。ただその分他の防衛チームでは味わえないような経験を積むことができるし、人間関係もレイが加入する時のいざこざ以外はキング・ジョー・ブラックの装甲のように固い絆で結ばれています。あとはレイが扱うゴモラなどの怪獣と一緒に戦うことができるというのもザップの魅力です。最後はウルトラマンサーガに登場したチーム U。 チーム U はフューチャーアースという地球のチームで、経験、設備、装備面、戦力、科学力、技術力全てにおいて他の防衛チームに大きく劣っています。ワット星人によってほとんどの人類がやられちゃって、わずかに残った素人たちで結成したチームなので当然なんですけど、それなのに戦う相手が相手なので、命の危険もダントツのぶっちぎりで一番高いと思います。ただ入れば即戦力として戦うことができるということと、ウルトラマンがやたら助けに来てくれるのも魅力ですね。あとは何といっても女の子が多いことですよね。まあウルトラマンサーガ後のタイガ望が残ってくれた後なら彼がエースとして頑張ってくれそうだし、コスモスもダイナも多少は気にかけてくれていると思うので、ここで一緒に死に物狂いで頑張るというのもありといえばありかもしれません。ただそもそもこれは就職と言えるのかって感じですよね。人間社会が機能してないですからね、もはや。はい、もしウルトラシリーズの防衛チームに就職するなら平成編の後編でした。本当いろんなチームがありますね。いいチームたくさんあるんですけど、個人的にはスーパーガッツかシグかダッシュに履歴書を送ろうかなと思います。英語を喋れればウィナーもいいと思うんですけどね。皆さんのご意見が非常に楽しみですので、ぜひコメントで教えてください。銀河以降の作品に登場した防衛チームもニュージェネ編としてやろうと思いますので、そちらもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。